はい、今回は Oppo Find X9 Pro のゲーム体験について検証をしていきたいと思います。加えてゲームハブの紹介もしていきます。発売から2ヶ月以上経った Find X9 Pro ですが、 YouTube を見る限り原神や PUBG といったような Google プレイで手に入るようなゲームのみの検証動画しか見られず、せっかくの Dimensity 9500プラス 16GB メモリの高性能を生かしきれた検証動画が見られなかったので、性能を最大限使った検証動画を作ろうと思いました。性能を最大限検証するためにゲームハブを使って実際に PC ゲームがどの程度この端末で実行できるのかを検証していきます。ゲームハブとは PC ゲームを Android 上でネイティブに実行できるアプリケーションで、最大の特徴は Steam クライアントを実際に立ち上げることができるということです。これにより従来のエミュレーターではできなかったセーブデータの同期が可能になります。ただしアーキテクチャの互換性によりまだプレイできないゲームがあったり、起動できてもカクつくなどの問題もあります。今回の検証では私の Steam ライブラリーから人気のタイトルを Find X9 Pro でどの程度ゲーム体験が可能なのかを検証していきます。特に Find X9 Pro の 7500mAh のバッテリー容量がバッテリー残量の変化にどう影響するかの検証や、温度上昇の変化なども検証していきます。今回検証環境として以下のように設定しました。では結論から、どのゲームが起動できてどのゲームが起動できなかったかを先にお見せします。左に起動できたゲーム、右に起動できなかったゲームをまとめています。ゲームタイトルのうちハデスは特に前作新作で実行できるできないが分かれたのが意外です。ハデス2は以前スナップドラゴン 8Gen2 で実行した際は問題なく動いていたので、やはりスナップドラゴンのアドレノ GPU 系を軸に開発されている分、ディメンシティのマリ GPU 系が遅れをとっているように感じました。また動くゲームでも発熱などを問題に途中でクラッシュしたり遊べなくなったタイトルもあります。設定や端末により起動できるできないが確実に変わってきそうです。いずれにせよ一部タイトルがスマホで実行できるだけでもありがたいですね。まずはハデスから。プレイ時間は30分、平均 FPS は60程度。温度変化は開始時 31.7 度から終了時 42.5 度と、これ以上上がることはありませんでした。バッテリー消耗度は 100% から 93%、たったの 7% 減でした。改めて Find X9 のバッテリーの強さを実感しました。総評として3年前のスナップドラゴン Gen2 と比べてかなりサクサク動くようになったと感じました。温度上昇によるカクつきなどもなく、収録外で2時間を超える長時間プレイをした際も常に 60fps に張り付いていたことが驚きでした。収録以外でもプレイするほど特に性能不足は感じませんでした。続いてはホローナイト。プレイ時間は30分、平均 FPS は 60fps、 温度変化は開始時30度から終了時 39.5 度とハデスと比べてより穏やかな印象。バッテリー消耗度は 100% から 94%、 6% の減。やっぱり強い。総評として性能も申し分なく、それ以上に Find X9 Pro のディスプレイの綺麗さがゲームのビジュアルとマッチしてよりゲームにのめり込めた印象です。ハデス同様収録外でもプレイしたいと思える体験でした。次にパルワールド。プレイ時間は途中 FPS 急減のため15分、平均 FPS は最初 17fps でしたが途中から性能不足の影響が 3fps に。温度変化は30度から41度と体感かなり速くなった印象です。バッテリー消耗度は15分間で 5%。 総評として解像度最低設定で起動時は平均 17fps を保っていたが、発熱性能不足の影響か徐々にかきつき始め、最終的にはプレイが困難になりました。特に開けた場所に行くとロードか何かの影響で 5fps を下回っていました。なのでパルワールドのようなオープンフィールド系のゲームだともしかしたら難しいと思った方がいいと思います。次にストレイ。プレイ時間は30分、平均 FPS は解像度 30% 時に 15fps から 35fps、 100% 時に 10fps から 20fps、 テクスチャーは最低に設定してあります。温度変化は31度から 43.1 度とかなり熱くなった印象。バッテリー消耗度は 100% から 87% と 13% の減、一番多い減少率です。総評としてグラフィックが綺麗なゲームにしてはなかなかプレイできたなと思います。たまにカクつくことはあったものの、最後までクラッシュすることなくプレイができたのは改めてスマホでプレイしていることを考えるとすごいと思いました。たまに起こるカクつきもアクションゲームではなく探索系のゲームだったので、そこまでプレイに支障はありませんでした。ここがプレイして楽しいか楽しくないかの境界線かなと思いました。最後にデルタルーン。プレイ時間はちょうど戦闘中で止めれなかったため全体で40分のプレイ、平均 FPS は 30fps と最大。温度変化は 26.5 度から 34.2 度とかなり低温な印象。
バッテリー消耗度は 100% から 94% と 6% の減。総評として予想はしていたが、他のゲームが端末温度40度を超える中、人間の体温よりも低い34度前後に張り付いていたので、かなり軽量な印象でした。この程度のゲームなら数時間ぶっ続けでプレイしてもバッテリーに余裕が残りそうです。はい、最後におまけとして Java 版のマインクラフトをホジャブランチャーを使って実行してみました。だいたい、読み込んだ後は 60fps を保ってますね。はい、現在レンダリング12チャンク、シミュレーション12チャンクで、実行してみていますが、はい、外出先に、フレンドに呼ばれた際にサーバーに入る用途としては結構いいと思います。パブリックでディスタンスホライズンモッドを、起動してみました。100チャンク読み込みです。見ての通りめちゃくちゃ重いですね。だいたい 5fps くらいしか出てないですね。やはりシングルスレッドを重要視される Java 1は Android のコア数だとやはり厳しいかなって感じしますね。ボイスチャットとかの軽いモードだったら全然問題ないと思うので、サーバーでボイスチャット導入してる人がいたら結構役に立つんじゃないかなと思います。いかがだったでしょうか。今回の検証で Oppo Find X9 Pro がカメラ性能だけでなくゲームの性能面、バッテリー面においてもかなり強いことが分かりました。端末の進化がここ数年でここまで来たかと思いました。3年前のエミュレータ環境と比較するとゲームの安定性や操作面でもかなり進歩が感じられました。ディメンシティのマリ GPU の互換性にまだ不足が感じられますが、それでも日々改善が見られます。今後数年で Steam Deck のように環境が最適化、整備されていくでしょう。それにゲームだけではなく Windows がタッチ操作を積極的に取り入れていることや AR デバイスの普及が著しいことを考えるに、小さな Android 端末で仕事をするのがスタンダードになる日がそう遠くないかもしれません。